はい、今回は、鶏をね描いてみたいと思います。ではデッサンします。まずね、体はねこの V の形です。そしてそれに肉付けをしていきますね。その V のちょうど谷間のところから足が出ています。こうですね。頭はとても小さいんですね。今回はオンドリですので、このトサカをね立派に描きましょう。さあデッサンができましたので塗ってみます。まず軽く水を塗ってからイエローをね少しのっけます。そしてね、このイエローの補色となる青紫を鶏のこの影の部分ですね、体の影の部分にしっかり塗ります。もう最初からこうやってね立体感を強く表現しましょう。これがとても大事ですよ。今日のね鶏、基本的には、体は白いので後ろを暗く塗って、その白い形を浮かび上がらせます。こんな風にね、どうでもいいとかちょっとこう遊んでみるといいですね。それから書き込んでいきましょう。書き込む場所はね、弱い日向の部分になります。この毛の部分を見るとね、柔らかい羽毛もあったり、また結構硬い羽毛もあるんですね。そういうところをよく観察することが大切ですね。さあだいぶね立体的に見えてきたでしょ。で足ですね。この鶏足のとこだけね羽毛が生えてないんですね。頭部はねちょっと丁寧に描きましょう。そしてねオンドリが一番こう立派に見えるこのトサカの部分ですね。しっかりとした鮮やかな赤をたっぷりと塗って表現します。このように日向と日陰を描いて、ここも立体感をしっかり描くと顔がぐっと手前に出て見えますね。さあちょっと乾かしましょう。いらない線を消してね、まだ書き込んであるかどうかちゃんと確認しましょうね。足元をね、まず鶏がちゃんとそこにいますよって感じを作るために日陰を描いて、そしてこのね鋭い爪をしているんですね。この特徴を表現します。顔はやっぱり大事ですから、丁寧にちょっと描いてから、最後にこの大羽ですね。ここは結構光沢のある、羽毛をしているんですね。だから青とかね、また黒を混ぜたような暗めのブルーで描いていきます。さあ乾かしてこれで出来上がりです。はい、今回はね鶏を描いてみました。いかがでしたか？この鶏のね、まず形の特徴ですね。大きな V の形をしていました。これが第一のポイントですね。そして第二のポイントはこの体のねふっくらとした、ボリューム感です。あと色彩としてはこの尾羽、そしてトサカのねはっきりとした色ですね。さあ、これからもね私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。それではまた。
いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。